じゃあ床に座ってください。両足を少し離してください。くっつけないで。そうです。では、背中の筋肉を緊張させてみてください。で、背中が、持ち上がるようにしてみましょう。膝の裏と床の関係は何か変化しますでしょうか？もしも膝が持ち上がっているということであれば、足がまっすぐじゃないことになりますね。で、背中でアーチを作っておいて、かつ、膝がまっすぐのままでいられるか、ちょっと試してみてください。両手は後ろにつかないでください。どっか空中に置いといてください。一旦やめて、今度は両足をくっつけてください。近づけてください。力入れてグッと押し付けるんじゃ必要は全くないです。単に近づけておいてください。そして同じことをやってみましょう。背中でアーチを作ります。今度は膝はどうなったでしょう？どうも、体全体が後ろへ行きがちになると思います。膝も浮きがちになりますんで、この膝が浮くことをこれから改善していこうと思います。では仰向けになりましょう。では両足を立てて、両足離してください。その状態で、背中の筋肉を緊張させてください。お腹が出ていくように、お腹が突き出すように緊張させてください。ベルトを締めているあたりがですね、床から持ち上がってくるはずです。どうでしょう？今度は、両手で、右膝を抱えてください。もちろん右足は床から浮かさないとできないですね。その状態でゆっくりとお腹を突き出して腰を床から浮かしてください。そして戻します。何回かやってみましょう。大抵の人はこうすると、
右の膝が、お腹から離れていく、体から離れていくように動くと思いますけど、どうでしょう。で、大抵の人は、こうする以外ないと思ってるんですけども、それは違うんですね。じゃあ今度は、その右膝で逆の動きをしてみましょう。したがって、お腹を突き出すと同時に、右膝が体に近づくような動きです。これを同時に行ってください。逆の動きになりますね。ゆっくりと背中の筋肉を緊張させると、お腹が突き出るようにして、腰のあたりが床から浮いてきます。と同時に、最初は両手の力を使って、右膝を体に引きつけるように動かします。ゆっくりやってください。繰り返して。時にはこの動きをやっただけで股関節がとても自由になったことを感じることがあります。では今度は、逆の動きをやめて、もう単に膝は抱えたままにしておいて、お腹を突き出してください。背中を緊張させることによってお腹を突き出してください。膝はどんな動きをしますか？最初のように体から離れていく動きか、それとも、2番目に意図的に行ったように、体に近づいていきますか？じゃあやめて、もう一度、座ってください。床に座ってください。はい、両足広げて、でまた背中を緊張させて、お腹を突き出すようにしてください。繰り返して。右の膝と床の距離は何か変化があったでしょうか？あるいは右の背中の方がもっとうまく緊張させることができるようになったでしょうか？やめて、仰向けで休みましょう。両膝立ててください。お腹を突き出して戻します。腰椎のあたり、ベルトのあたりが床からはっきりと持ち上がるのを感じ取るようにしてください。一旦やめましょう。両手を組んでください。ただし今度は組むときには、
先ほどとは違った指の組み方をしてみてください。非習慣的な指の組み方をしてみてください。立てた、今度は左膝を、両手で掴んでください。そして、今やってたように、腰のあたりを床から浮かすように しながら、と同時に、左膝をお腹の方に近づけてください。背中の筋肉を緊張させて、お腹を床から浮かすと同時に、左の膝が体に近づいてくる、そんな動きです。何回も繰り返しましょう。最初の頃は、両手の力で膝を動かさなくちゃいけないんですが、だんだんと両手の助けを借りなくても、能動的に膝が、体に近づくような使い方をしてみてください。で、この床から腰が動いてお腹が突き出る動きと、膝が体に近づいてくる動きは同時に起こってほしいんです。ですから、どっちかが先に行ったり、後に行ったりでなく、全く同時に動いてほしいんです。これもゆっくりやってください。やめて休みましょう。もう一度両膝立てて、同じように左膝を非習慣的な指の組み方で両手を持ってください。で、背中を床から持ち上げるように背筋を緊張させてお腹を突き出し、同時に、それをやってください。そうすると膝は自然にどちらの方向に向かうでしょう。膝は体から離れるか、それとも体に近づいてくるか、どうでしょう。じゃあ今度は意図的に、膝を近づけてください。体に近づけてください。床から腰を持ち上げると同時に、左膝が体に近づいていきます。膝はちっちゃな動きで結構ですよ。やめて、両足伸ばして休みましょう。今度は左
膝の床からの浮き具合は何か変わったでしょうか。左の股関節に何か変化が生じてますか。なんか変化の兆しでもいいし、名残、そんなものが感じられますか。今度は右足は長く伸ばしたままにしておいて、左足だけを立ててください。で、両手でまた左足を抱えて、今度は、指の組み方は元の通りに戻しましょう。普段やってる通りに戻してください。で、左膝を抱えて、その状態でゆっくりと背中を緊張させて、腰のあたりを床から持ち上げて戻します。そして、ゆっくりと、この動きに合わせて、左膝を体に近づけるように動かします。じゃあ背中の動きだけをやめて、単に左膝を体に近づける動きだけをやってみましょう。ゆっくりと小さく繰り返してください。また、この動きに合わせて、お腹を突き出します。背中を緊張させて、腰を床から浮かしてお腹を突き出すと、同時に左膝を体に近づけていきます。小さくゆっくりやってください。十分でしょう。休みましょう。両足伸ばして。左の股関節はどうでしょう。左の膝はどうでしょう。床に近づいていますか？それとも床から持ち上がっていますか？ではゆっくりともう一度座ってください。床に座ってください。床に座ったら両足を広げ気味にしてください。くっつけないで。十分に広げてください。注意を払います。膝の伸び具合は改善されたでしょうか？膝の伸び具合はお腹を突き出したときに先ほどより改善されたでしょうか？そうです。お腹を突き出してください。そして膝がどれくらい持ち上がらなくなったか観察してみてください。
やめて、仰向けで休みましょう。仰向けで両足立てましょう。右の足首を立てた左の膝の上に乗っけてください。したがって右の膝が横向きになります。で、その乗っけた足、硬い、あるいはすね、膝から下の部分にですね、両手を乗っけてください。この姿勢でゆっくりとお腹を突き出してみましょう。腰椎でアーチを作って、お腹を突き出す。そして戻す。繰り返してみましょう。このお腹の突き出す動きに合わせて、両手で持ったすねをゆっくりと体に近づけてみましょう。これも反対の動き、対抗の動きになりますから、そう楽ではありません。ゆっくりと小さくやってみましょう。で、この二つの動きは全く同期するようにしてやってください。同じタイミングで動いてください。お腹が突き出すと同時に足が体の方に近づきます。そしてお腹が引っ込むと同時に足もまた、離れていきます。この動きの大きさは問題にはなりません。小さくて結構です。やめましょう。一旦足を外して右足も立てましょう。そしたら今度はまた両手で、右膝を掴んで、さっきやった動きですね。お腹を突き出しながらゆっくりと右膝を胸に近づける。この動きをしてみましょう。これも全く同時に同期した動き、同時の動きでないといけません。足が先に来たり、お腹が突き出るのが先だったりしてはいけません。全く同じタイミングで行ってください。やめて、両足伸ばして休みましょう。右の股関節にはまた変化が起きましたか？
今度は反対側の動きです。左の足首を立てた右の膝に乗せてください。で、上側から両手ですねのあたりを掴んでください。膝に近いところと足首に近いところです。じゃあその姿勢のままで背中を緊張させて腰を浮かしてお腹を突き出してください。それで元に戻しましょう。繰り返して、それに合わせて小さな動きで左の足を体に近づけてみてください。背中を緊張させ、腰を床から浮かせ、お腹を突き出しながら同時にすねを体に近づけてください。膝だけが近づいたり、足首だけが近づいたりしないで、両方が近づくように動かしてください。この姿勢では、片側の背中が、反対側よりもより強く収縮することになります。それを感じられますか？この二つの動きは同時でなければいけません。片方が先に行っても後になってもいけません。ではやめて、足外して、その左膝を両手でまた抱えて、体に近づけながら、背中を緊張させて、腰を床から浮かし、お腹を突き出す動きを繰り返してみてください。ゆっくりと繰り返してください。小さく、ゆっくりと。十分でしょう。休みましょう。両足伸ばして。また左側の股関節から膝関節の床への接触の具合を感じ取ってみましょう。何かさらなる違いが起きたでしょうか？
もう一度床に座ってください。座ってください。両足を広げて座りましょう。最初より楽になったでしょうか？では、両手を空中で前の方に伸ばしておいてください。で、それを見て、目で見て、それから両膝を曲げておきましょう。楽になる程度に十分に曲げておいてください。その姿勢で背中でアーチを作りましょう。で、戻して何回も繰り返してください。上半身を後ろに下げるようなことはしないでください。それどころか、腕が前に行くように、上半身が前に行くように動かしてみてください。じゃあ手は空中に浮かすのを一旦やめて、その状態でアーチを作ります。で、右手を、で、どっかズボンの近く、ズボンをこう掴んでみてください。で、その手で、を引っ張って、膝をちょっと浮かしてみてください。そしたらば、それに対抗するように、今度は、かかとを遠くへ伸ばしてください。いいですか？手でパンツを、ズボンを引っ張ったり、かかとで、を遠くへ遠ざけたりして、膝が曲がったり伸びたりします。で、膝がかかとが遠くへ遠ざかるときに背中のアーチを作ってほしいんです。で、アーチを戻すときに、パンツを引っ張ってください。やめて、同じことを左側でしてください。左手で左のパンツのどっかを掴んで、少し膝を浮かしておいて、今度は左のかかとを遠くへ伸ばしていくと同時に背中でアーチを作ります。繰り返して。十分でしょう。やめて。そのまま座っていてください。どんな感じでしょう。これでレッスンは終わりですけども、立ち上がって歩いてみてどんな感じか試してみましょう。